今回の解説へようこそ。今日はですね、OECD432 急性経口毒性試験の正確なステップと、そのちょっと複雑なデータの論理的な読み解き方について、毒性学のプロの視点からがっつり掘り下げていきたいと思います。単なる教科書的なおさらいじゃありませんよ。化学物質や化粧品の安全性を担保する上で、このガイドラインが現場でどう機能しているのか、リアルな感覚でお伝えしていきます。今日の流れはこんな感じです。安全性評価の根本的な課題から入って、OECD423 の仕組み、具体的な実験ステップ、毒性データの読み解き方、そして最後に実際の安全性評価への応用まで一気に駆け抜けますよ。さて、セクション1、安全性評価の課題です。サクッといきましょう。私たち毒性学者の仕事は、まず何が危険かというハザードを特定することから始まります。昔はですね、ある製品が安全だって証明するために、それこそ何百匹っていう膨大な数の実験動物が必要だったんですよ。でも今は違います。動物実験を劇的に減らしつつ、どうやって化学物質の安全性を正確に評価するか。これが現代の私たちに課せられた最大のミッションなんです。ここで評価に対するパラダイムシフトが起きたわけです。昔ながらの LD50 試験は、ピンポイントで正確な致死量を割り出すために大量の動物を使っていました。でも今の OECD43 の賢いところは正確な数字を追わないところなんです。ごく少数の動物だけを使って致死性が予想される範囲さえ特定できればいいというアプローチなんですね。これで貴重なリソースと何より多くの動物たちの命を救うことができるんです。本当に大きな進歩ですよね。というわけでセクション2、その画期的な手法である OECD423 急性毒性等級法の中身を詳しく見ていきましょう。まず絶対に押さえておきたいのが、この OECD423 が GHS、つまり化学品の分類と表示に関する世界調和システムとがっちり連動しているってことです。OECD423 で出した LD50 のカットオフ値がそのまま GHS の分類カテゴリーにスポッとはまるようにできてるんです。これのおかげで世界中どこのラボで実験してもブレのない一貫したレポートが作れるというわけなんですね。昔のガチガチの試験方法とは違って、この手法にはいくつかスマートな大原則があります。使う動物は最小限、そして最初から5、50、300、2000mg という開始容量が決められていて、そこから段階的にテストを進めていくんです。死亡したかどうか、あるいは瀕死の状態になったかどうかの結果をもとに、効率よく毒性のクラス分けをしていくんですね。すごくシステマティックなんです。セクション3、段階的な手順。じゃあ実際にラボのベンチでどうやって手を動かすのか、具体的なステップを見てみましょう。実験の進め方は本当に洗練されてますよ。ステップ1、まずは明らかに毒性は出そうだけど、バタバタと死んでしまうような重篤な状態にはならないだろうっていう開始容量、例えば 300mg を慎重に選びます。そしてステップ2、これを同じ性別、通常はメスですね、たった3匹だけに経口投与するんです。ステップ3は観察です。14日間、毎日体重の変化や発発性の脂肪がないかをじっくり注意深く観察していきます。ただ生き残った数を数えて終わりじゃないですよ。ここが重要なんですが、試験中に亡くなってしまった動物も、14日間を生き抜いた動物も含めて、すべて肉眼的な病理解剖、つまりネクロプシーを行います。致死性のデータにこの実際の病理学的な変化を組み合わせることで、初めて体の中で何が起きたのかという毒性反応の全体像がはっきりと浮かび上がってくるんです。はい、セクション4、毒性データ表の読み解き方です。実はここからが個人的に一番面白いところだと思ってまして、ちょっと複雑に見えるアネックス2のフローチャートをシンプルな if、then のロジックで解読していきますよ。この分岐をどう判断するか、ルールはすごくシンプルです。例えば 300mg からスタートしたとしますよね。もし2匹から3匹亡くなってしまった場合、つまり死亡率が高かったら、次はどうするか。はい、50mg に容量を下げてテストします。逆に亡くなったのが0匹か1匹で済んだなら、今度は自信を持って 2000mg に容量を上げてテストするんです。生き残れば上げる、亡くなれば下げる。これがステップワイズ法の基本原則です。
じゃあ、その次のステップはどうなるか。先ほどの例で容量を上げて 2000mg で再度テストしたとしましょう。そこでもしなくなったのが0匹、あるいは1匹だけだったら、そこでテストは終了です。その物質は GHS のカテゴリー5、あるいは分類外、つまり実質的に無毒だと判定されます。考えてみてください。たった6匹の動物でここまで明確な結論が出せちゃうんです。すごい効率だと思いませんか？もちろん、テストをピタッと止めるための厳格なルールも決まっています。毒性を引き起こす容量、あるいは脂肪が1匹以下になる容量が明確に特定できたとき、最高容量まで上げても全く影響が出なかったとき、あるいは逆に一番低い 5mg でも2人以上なくなってしまったとき、こうした基準のどれかに引っかかった瞬間に即座にテストをストップします。時間もリソースも無駄にせず、最短ルートで正しい GHS カテゴリーに分類するわけです。さあ、最後のセクション5、実際の安全性への応用です。この急性毒性のテスト結果が私たちが普段使っている化粧品なんかのリスク評価にどうつながっていくのか見ていきましょう。OECD423 の結果は標準化されたハザードラベルに直結します。50mg 以下なら高毒性、逆に 5000mg を超えていれば実際上無毒といった具合ですね。皆さんが何気なく見ている日用品の安全ラベルや世界中の厳しい法規制のクリア基準って実はこのデータが土台になっているんですよ。これ、安全評価の全体像をすごくきれいに表しているんです。OECD423 による急性毒性テストは、まず、即座に命に関わる危険を特定してベースラインを作ります。そしてそのデータが今度は90日間のような反復投与毒性試験でどのくらいの量を投与すべきかという精密なガイド役になるんです。この長期間のテストをやって初めて私たちが一番知りたい毎日使っても全く影響が出ない量、つまり NOAL 無毒性量っていう決定的な安全の境界線を見つけることができるんです。そして最終ゴールはここです。製品を使った時に実際に体に取り込まれる量、全身暴露量を SED と呼びますが、さっきの NOAL をこの SED で割るんです。これで算出されるのが安全域、MOS、マージンオールセーフティです。急性試験がなければ反復試験の容量は決まりませんし、反復試験がなければ NOAL はわからない。そして NOAL がなければこの MOS は計算できません。全部見事なまでにつながっているんですよね。最後に皆さんにちょっと考えてみてほしいことがあります。今、毒性学の世界はコンピューターシミュレーションとかインシリコモデルを使った次世代リスク評価にどんどんシフトしていますよね。でも今回見てきた OECD423 の高度に構造化された if/then の論理プロセスってまさにその未来の予測ツールをトレーニングするための完璧な青写真になると思いませんか？たとえ将来動物実験が完全にゼロになったとしても、この論理的な思考プロセスそのものは私たちの安全を守るアルゴリズムとして生き続けるはずです。それではまた次回の解説でお会いしましょう。